はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ある方が体験した、ちょっとぶっ飛びすぎてて、それどうなのと思いたくなるけど、そのシナリオでね、本当に完全に SF として楽しんだら、わからなくもないかっていうか、そういうのがあっても面白いかもねっていうお話になっています。1964年、ミシガン州のウッドストック、当時8歳だったアレックスは、真夏のある日に家族と森でピクニックをしていたんですね。そこでかくれんぼをすることになり、アレックスは横になりながら隠れていたら眠くなってしまい、起きたらなんと夜になってて、彼からしたらね、一瞬仮眠を取った程度だったんですけど、なんとピクニックに戻ったら警察なんかもいて、いやお前どこにいたんだよみたいな感じで叱られたそうなんですね。なんとこの日、アレックス少年はある宇宙人にどこかに連れて行かれ、その記憶をなくされていたんです。月日が過ぎて、今度はね、1970年、14歳のアレックスは今度は眠っていたところを突然何らかの存在に連れて行かれます。目を覚ますと、そこには男性が2人笑顔で彼を見下ろしていました。彼らの名前はバセイアスとモレネイ。なんと彼らは宇宙人アンドロメダ星人だったんです。バセイアスは真っ白な肌をした身長150センチほどの見た目で、なんと地球の年数でいうと4312歳。2人目のモレネイは水色の肌をしていて、髪の毛はなく240センチで270キロという強靭。いやお前ら高低差激しすぎるわ。彼は地球の年数でいうと2117歳。そこの部屋は円形で、壁には無数のモニターが設置されていて、壁も天井も発光しているようでした。彼らはアレックスに脳波を測るヘルメットみたいなものをつけて、この装置では彼の今までの前世を全て見ることができるというんです。そこでアレックスとアンドロメダ星人はテレパシーで会話するそうなんですけど、アレックスがね、最初に問われたことは、どうやら後の人生であるタスクのお手伝いをしてほしいということでした。アレックスは何もわかりませんでしたが、その空間があまりにも美しく温かく、はい、助けますと回答します。するとモレネイがリモコンのようなもののボタンを押すと、先ほどまであったモニターが全て消えて、部屋はただの扉もない壁一面に一瞬で変わったんです。二人についてくるようにと促され、立ち上がると何もなかった壁に扉が現れ、後ろを見ると先ほどまでいた部屋は消えていました。そう、これらは全てホログラムだったんです。彼はね、別の部屋で誘導され、その部屋もね、円形だったんですけど、今度は部屋の真ん中に水色の光が地面から天井までスーッと伸びていて、彼らはアレックスにその光に入るようにと言います。そこでなんと彼らはアレックスと会うために1980年、10年未来から戻ってきたというんです。また彼らはね、アレックスにアンドロメダについて詳しく話してくれたそうなんですね。アンドロメダ銀河には28の知的生命体がいて、彼らは地球人と同じ肉体を持っています。しかし彼らはデュアルセックスといって男性でもあり女性でもある存在で、寿命は1200年から2700年ほど。言葉は使わず、シンボルのようなものやテレパシーなどで会話をします。そういったね、やりとりが続いて、アレックスはね、地球に戻されるんですけど、そこからね、コンタクトがない日が続いたんですけど、今度は1985年ね、アレックスが29歳だった時に、再びバセイアスが彼の元に現れます。今回は少し深刻な内容で、地球が抱えている大きな問題についてでした。なんとバセイアスによると、これまで22種の地球外生命体が地球を訪れていて、地球人の DNA を操ったり、地球を植民地化しようとしてきたというんです。なので地球人はこれら22種類の地球外生命体の遺伝子を持っているっていうんですね。何それ。これを説明するためにね、ちょっと時間を遡ると、その人類誕生の話になるんですけど、人類は宇宙と共に誕生しました。そこで最初の古代種族パタールが未知なる技術で惑星が生命を維持できる最適の位置に太陽、月を移動させ、今の銀河系を構築したといいます。これメイン動画の月の動画見た人ならわかると思うけど、月そこに配置した犯人パタールやん。この時地球はただ一面海だけの惑星でした。その後パタールの種族は絶滅、もしくは3次元の世界からいなくなり、その後に新たな生命体、人型、レプテリアン、プラズマ生命体、メタン生命体が現れます。これら生命体は何千万年もかけて進化し、この姿になったのではなく、急に現れたというんです。数百万年の期間でこれら全ての生命体が現れたというんですね。これは地球上でも一緒でした。そしてなんと2億4500万年前、地球上の植物を除く 90% の生命が絶滅したといいます。その頃アンドロメダでは技術が発展し、惑星間の移動や交流が行われるようになっていました。またオリオン座文明やコト座文明では惑星の植民地化が進み、宇宙飛行やワームホールの開発が進むなど宇宙へと進出していったそうなんですね。そして酸素が存在する惑星への植物などの移植も盛んになりました。彼らはそのような移植可能な貴重な環境のことをエデンと呼んでいたといいます。そしてその頃地球にも生命が移植されます。それが恐竜や果物などの植物だったというんですね。興味深いですね。聖書に
出てくるね、エデンの園っていうことですよね、これは。ただ、小惑星の衝突により恐竜は絶滅するのですが、この衝突により少しずつ地球上は生命が維持されやすい気候、環境へと変化していったんです。恐竜が生きていた時代は確か今よりもね、地球の環境が二酸化炭素6倍とかね、高かったので、暑すぎるし、とてもね、この人類、僕たちが住める環境ではなかったんでしょうね、おそらく。その後もオリオン座、カペラ、リラ、ベガ、カシオペ座からの宇宙船が地球を訪れ、それぞれのエデンを地球の各地で構築します。そして紀元前7万年頃、彼らは手を組み、レムリア文明を築き、協力するようになります。そこからは紀元前5万7600年、アトランティス文明が生まれ、紀元前3万年頃、レムリア文明が戦争で滅び、紀元前2万7000年頃にはアトランティス文明も滅ぶことになります。なので彼曰く、僕たち地球人は彼らが先祖ということになるんですね。正確に言うとそれは22種類の宇宙生命体だと。そもそも宇宙には1200以上の種族、惑星系が存在し、全宇宙の秩序を守るアンドロメダ評議会というものがあると説明されます。宇宙レベルの国連みたいなものですね。アンドロメダ評議会は133の惑星系から代表が選ばれ構築されていて、銀河宇宙に存在する全ての生命体の精神的進化を促し、助けることを目標に活動しています。このアンドロメダ評議会はかつてレプテリアン種族と人型種族の間で起きたオリオン戦争の後に作られたとのことで、レプテリアの種族はオリオングループというものを作り、その他人型の種族やプラズマ生命体などはアンドロメダ評議会を設立。このアンドロメダ評議会はマザーシップと呼ばれる円形の母船で集まり、母船といってもね、直径が 1450km ぐらいなので、円形の母船なので、それ自体が惑星みたいな感じですね。でかすぎる。いろんな建造物とか自然が中に存在しているとのことで、そこに集まる生命体は物理的な体を持つものもいれば、魂レベルの存在、多次元の存在など、とりあえずね、本当にいろんなのがね、交流しているそうなんです。ぶっちゃけ SF でファンタジーで意味わかんない世界かもしれないけど、俺はね、こういう世界に行ってみたい。本当に頭おかしいって言われるかもしれない。言われるけど、行ってみたいんですよね、こういうとこで。ここに行ってね、みんなでなんか交流して、お前の世界そんな感じなんだ。今そんなことが起きてんだ、みたいな。うちではね、ちょっとウイルス、パンデミックが流行っちゃってね、本当にちょっと今いろんなことが起きてるんだ、みたいな。いろんなね、その世間話を世界単位でするっていうロマンでしかねえじゃん、そんなの。そんな感じで彼らがね、地球とコンタクトを取るようになったのは、1980年代。その時、地球にコンタクトしてきたのはアンドロメダ星人。それまで何千年もプレアデス星人が地球と交流を持っていましたが、地球上で核兵器が使われているということにね、警報を鳴らし、1980年代頃はアンドロメダ星人がコンタクトしてくるようになったそうなんです。この人類がね、核兵器を使い始めてから、そういったね、宇宙生命体が接触してきた UFO がね、目撃されるようになったみたいな話はね、よく聞く話なんですけど、これ誰が最初に言い出したんでしょうかね。たまたま核兵器っていうのが、このシナリオ的に便利で使いやすいのか、あるいは本当にそういったことが起きたのか。この時にそのアレックス・コリアも接触されたんです。アンドロメダ星人によると、地球自体が生命体として4次元から5次元に進化したいと願っているんだけど、人間の意識の進化がそれを阻んでいるようで、地球は現在地球ジレンマを抱えている板挟み状態だというんです。その理由としては、地球が4から5次元に進化するためには、地球人が意識進化を成し遂げること、もしくは絶滅するかのどちらかの選択肢しかなく、これは地球人の自由意志に反することになるため、地球はジレンマを抱えているというんです。アンドロメダ星人は地球人の意識上昇が不可欠とのことで、彼らの役割は人類の成長を促すためにコンタクトしてきたと。そこでね、地球人の意識上昇を阻んでいる要因があると言っていて、こう説明しているんですね。地球人は現在、ヨハネの黙示録や予言的災害などを信じ込み、自らの力では何もできないと、無力だというね、偽物の思想を信じ込み、誰かが助けてくれないと、神のような存在が救ってくれないと、自分では成長できないと信じ込んでいると。この誰かが私たちを救ってくれないという気持ちはね、このような支配的構造は誰かによって、何者かによって我々の DNA に植え付けられているというんです。それがオリオングループ、アルファドラコニアン、ゼータレティキュレイという種族たち。彼らは支配が正義という考えで、これまで宇宙で戦争を引き起こしてきて、生命の絶滅までも引き起こしかけた宇宙人たちです。進化の途中にある
る種族に介入してはいけないという宇宙の法則を破り、地球人と契約を交わし、地球人の思想、遺伝子までも変えてしまったと。ちょっといろんな種族とかね、世界観がつかめないと思うので、そこら辺をちょっと軽く解説しますね。まず宇宙人の種族を解説するんですけど、その前にこの宇宙がそもそもどうやって成り立ったのか、そこをね、ちょっと紹介します。アレックス・コリア曰く、昔全ての人型の生命体は地球からも観測できること座で平和に暮らし、農作をする穏やかな種でした。しかしこと座の中にネガティブな存在のレプテリアンが存在し、いつしか彼らはこの銀河を支配しようと行動を起こしました。この時に一部のポジティブな種はプレアデス星団へと移り、さらに進化していきました。最初の争いはこと座、さらにはオリオンまで広がり、その戦いは60万年もの長い間続きました。戦争が長引くにつれ、数多くいた種はほぼ絶滅に追い込まれていきました。しかし60万年続いた戦いも終わりに近づき、その頃にはレプテリアンたちも弱り、戦いに疲れていったんです。周りの宇宙の波長が高まっていくのとは逆に、戦いの起きていた宇宙の波長は重くなっていき、いつしか波長の高い宇宙から切り離されてしまったんです。そして今僕たちのいる宇宙、ビッグバンが起きたというんです。ちょっとどういうことかいまいちわかんないでしょう。アレックス・コリアがね、そのアンドロメダ星人から聞いた話をそのままね話すと、そもそもビッグバンは宇宙の波長が上昇し、光の要素が闇に勝ってくるとポケット状のものが生成されていくんです。その状況でより高い意識に上昇したくない、またはアセンションを選ばない種は重くなっていき、宇宙全体が上昇する中で重くなった意識レベルの低い存在はポケットの底に蓄積され、ポケットはだんだんと沈んでいきます。さらに重さは増し、ポケットは袋状のね、雫のようになっていくんです。最終的にその蓄積された重さは切り離され、袋状のものが切り離されるその瞬間に破裂、新しい宇宙ができるというわけです。これと同時にブラックホールも誕生します。だからもし僕たちがブラックホールを通り抜けることができるなら、他の宇宙へ行くことだってできるというんです。ブラックホールの動画でも少し説を出したんですけど、まさにブラックホールは宇宙と宇宙をつなぐワームホールだということなんですね。そして地球にいる人種、そのビッグバンと同時に生まれたのかというところ、そうではないんです。ビッグバンが起きたと同時に重くなった意識レベルの低い存在たちはこの地球のある天の川銀河に放り出されたというんですね。いわば高い意識の存在のある宇宙からこの宇宙へと捨てられたと。その捨てられた存在がアルファドラコニアンやレプテリアンたちです。では具体的にその地球人をね取り巻く宇宙人たちはどんな性質なのか。アルファドラコニアン、彼らは地球の地下160から320キロの地点に住み着いていて、その数は約2000弱だそうです。肉食で、その肉というのは僕たち人間も含まれています。特に子供を好むそうで。いや、そんなことおかしいだろうと思うけど、なんかちょっとね見逃せない事実が、その世界の行方不明者の数ではね、特にアメリカでは先進国の中でも特に多いと言われていて、2020年は0から8歳までの子供の行方不明事案は36万件ですよ。意味わかんないよね。もちろんそれがね、アルファドラコニアンの仕業ではないとは思うんだけど、現実的に考えたら。ただ人が消えて亡くなっているのは事実なので、そこの闇にこういった都市伝説が生まれていると。彼らは次元で言うと低いところにいるそうで、人類がアセッションといってね、次元上昇してしまうことを恐れているそうなんですね。今後どのような形であれね、人類がね次元上昇するっていうのはありえなくない話ではありますよね。なんかやっぱ次元でその折りたたまった状態からどんどん広がってね、拡張していく感じじゃないですか。今僕たちが、ね、肉眼では見えないものも、もしかしたらね上の次元に行けば見れるようになるみたいな感じなので、そうさせないために飢餓、貧困、戦争、汚染などで世界をこの次元にねとどまらされていると。彼らは実際にねあまり手を下すことはなく、やらせているのがグレーなどの生命体を利用することです。一番有名なこの宇宙人の生みの親は結構明確で、 SF 小説作家のハーバード・ジョージ・ウェルズだと言われています。宇宙戦争とか透明人間とかタイムマシーンとか、とりあえず SF 作家の神ではあります。何がすごいって彼の作品ほとんど予言的中っていうか、現実化することが多いんですね。それを話すとねまた新たな都市伝説で長くなっちゃうので別の機会にしますけど、彼は人類はいずれハエルの肌で1メートルほどの身長の巨大な頭とアーモンド型の巨大な目になると説明していたんで、そんなグレイたちが地球人とコンタクトし
してきたのは1950年代、アイゼンハワー大統領の指示のもと条約が結ばれたといいます。その条約というのがグレーのね、そのテクノロジーを僕たちにくれる代わりに、僕たちがその遺伝子をね、彼らにあげるということです。なぜならグレーという種族は繁殖できない種で、人間の貴重な遺伝子を必要としていたというんですね。ある説では彼らはアルファドラコニアンに作られた生命体だという話もあります。アブダクションなどの仕業も全部彼らが行っていますよね。そしてなんとグレーは1933年にも地球を訪れ、ドイツ政府とコンタクトを取ったそうなんですけど、その時ドイツはギザ・インテリジェンスという別の宇宙人と手を組んでいたため、グレーの提携を断ったそうなんですね。ギザ・インテリジェンス、お前ら何者だよ。そしてグレーと接触したエリート集団は人々をコントロールし、階級制度、権力社会というプラミッド型システムを作り出した。そしてその発展させた情報網を通じて、グレーの命令が地球上で実行され、グレーに取り込まれた人間が地球を統治するようになったと。ただそんなグレーも先ほど言ったようにアルファドラコニアンやみんな大好きレプテリアンによってね、支配されているんですね。レプテリアンといっても実は光と闇側の2種類が存在しているそうで、闇側はアルファドラコニアン同様人類のね、奴隷化計画を実行しているそうなんです。古代から聖書の中には爬虫類が悪魔の使いとする表現だったり、蛇はサタンのシンボルとして使われていますよね。そもそもアヌンナキの存在にもレプテリアン説が存在しています。人類はこういった思想から脱却するためにも自由意志を持ってね、その地球の問題と直面して改善してね、成長してその意識改革をしなきゃいけないということなんですね。アンドロメダ星人はここで何度も人間としての責任という言葉を使っていました。コリアがコンタクトを受けた時にはアンドロメダ星人は他に地球上の3名の人間とコンタクトを取っていましたが、地球上の意識上昇には難航していると説明されます。その理由としては人間があまりにも無気力だからだというんです。仕事、家事、子育てで日々追われているあまり世界で何が本当に起きているのかが見えていないと、人間としての責任を全うしていないというんです。ここで言う人間としての責任っていうのが、その今僕たち人類が抱えている問題の解決するということだそうです。戦争をやめて人類として一つになること、最終的には人類で団結して地球を守っていく必要があるというんです。そして環境汚染についても地球を守れるのは我々しかいないので、人類そして地球を我々の手で守る以外に重要なことはない。それに尽きる。また最初からやり直す必要があるとも言っています。現在人々をコントロールする目的で形成された階級制度はネガティブな文明が作り上げた産物であるため、新たな世界をゼロから構築必要がある。他にもコリアはこんな面白い情報も伝えていて、月についてアンドロメダ星人に聞いてみると、月はチャウタという太陽系から来た衛星で、それがここに運び込まれたというんですね。地球よりも古く月の表面にあるものは廃墟などの残骸で、地下には基地もあると。そんなねロマンがあること言ってますけど、みんなどう思いますかね。このアレックス・コリアがアンドロメダ星人にねコンタクトを受けた情報、行き過ぎな気もするけど、こういったファンタジー SF の話は嫌いではない嫌いではないわ。俺もさっき言ったようにいろんな宇宙生命体とね交流してワイワイしたいから。まあでも世の中にはねこうやってチャネリングとかこういった宇宙人とコンタクトしたっていう人たちはいるには事実なんですよ。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。